狭いんですけど、すごい雨ですね。これがね、昨日から昨日朝から24時間つけといた中だね、バゲットの今外側の生地をこれちょっと作ってて、後で合わせてバゲットを焼くんですよ。ちょっとみずみずしい感じしますよね。ちょっとクラムがこうテカってるというか、ちょっとこの
北海道産小麦使ってるね。もちもちっとしてる。なんかね、形はね、ビジュアルはね、時々わーっていうのもあれば、こんななんかでもなんか美味しいんで。これ何ですか？これディル。魚料理とかアクアパッツァとかに使われる香草なんですけど、サンドイッチの上にちょっとこう置いてラッピングするとこう綺麗に見える。あと香りがすごいいいので。これがいつも作ってる食パンの端っこ。すごいお客さんが端っこが美味しいって言ってくださるので、これをサンドイッチにしてちょっとお安く売ったりしてるんです。朝まず作ったら揚げて、今日はこんなサンドイッチ作ってますっていうのと、これも焼き上がったらすぐアップしてます。で皆さんこれ見てきてくださるのでこんなすごいことしてるんです信じられないですよね。でも言うほど今日はちょっと膨れてないですね。普段もっと膨れるんですけど。ちょっと待ってください。私いつも朝オートミールを食べるんです。あ、そうなんですか。はい。少し食べてみますか。このパン屋してるんですけど、めっちゃ小麦アレルギーで。自分のパンは分かってるんで食べるときは食べるんですけど、もうよそのパンは食べれなくて。どうぞ。
美味しいです。意外と最初あんまり好きじゃなかったんですけど。これが全粒粉の生食パンで、明日のサンドイッチ用のパンになるんです。いつも前日に作っておいてカットして買えるんです。ちょっとこのパン1日寝かした方が美味しいんですね。しっとりとして。ほんまもんの台湾マンゴーなんです。日本では売ってないと思う。
次の生地。次の。秋田県の白神山地で発見され野生の酵母なんですけど、マイナス50度の極寒の中でもずっと生き抜いてた酵母で、生命力があって発酵力が強いっていうことが分かって発見された酵母で、もちろん焼いたら死滅してしまうんですけど、生地の中にこの酵母を入れることによって骨組みがしっかりするんですね。解凍してもすごくいい風味で味わってもらえるので、それからずっとこれを使ってるんですけど、野生で育った天然酵母なんで、この中に自然のトレハロースが入ってるんですけど、それがその人工のトレハロースとは違ってすごくいい風味を醸し出すんですね。たくさん砂糖を使わなくても、そのトレハロースですごくパンの甘みとかうまみが出るので、さっきのシフォンケーキとか焼き菓子にも全部酵母が入ってるんですよね。こんな2階のパン屋しかないところまでわざわざこちらまで来てくれるっていうことは、やっぱり私のその無添加でこういう酵母を使ったパンを求めてきてくださってるっていうのがあるので、それが私の思いだったのでめっちゃ嬉しいです冷凍で皆さん買いに来てくださるんですね。普段はご家庭で、明日食べたいパンを出してもらって自然解凍して、で朝トースターで焼いていただくっていう感じで、今のお母さんたちみんないろんな方忙しいんで、そのライフスタイルに合ったパンを提供できたらなと思って。もうでもこの冷凍をやっても私20年ぐらい経つんで、私はとにかく冷凍にめっちゃこだわってるんで冷凍ばっかり作ってます。昨日仕込んでおいたトマトソースなんですけど、バジルペーストを少し。の1本朝から作ってるインスタグラムを見てくださってた
あんこ屋さんからうん。いただいたんですけど、すごいこれ低糖質の小豆で、めっちゃさっぱりしててすごい美味しいんです。そうですね。ですよね。なんかこう包んで冷やしとくんですね。今すごい季節柄バターがすごい溶けちゃうんで、お客さんから言われたらここに挟むようにしてるんです。こんだけかな。ここを店始めてからずっとこれ書き続けてるんですけどこれを見てはたまにこういうパンも焼こうかなとか思っていつ来てもなんか違うものがあるって思ってもらったら楽しいかなと思って。こんなところに出てきた。聞いたことあります？カルツォーネって。なんかイタリア語でストッキングとかズボンっていう意味なんですけど単純です。きっかけはオーブンについてたレシピのパンとかシュークリームを焼いたらめちゃくちゃ成功したんですね。でいやこれ私すごいやんと思って、それでお母さんたちがなんかいやすごいね教えてって言うようになって、きっかけは本当それなんですね。でなんかもう真似事でいいから材料費だけ取ってじゃあちょっとやってみようかなと思ったのがきっかけで、私料理がすごい好きなんで、その時にじゃあ来てくれるんだったらちょっとしたランチでも作ってこう楽しくやってみようかなと思ってランチも作り出して、でパンのこの白神小玉工房にも出会って、すごいなんか体にいいパンやなと思って、で冷凍パンも始めて、その時パートしながら有給を取ってやってたんですけど、いやなんかもうこれ毎日したいなと思い出して、有給を使ってお家でパン教室を始めたんですね。それで15年ずっとやってたら、今その15年間のお客様が今ここに来てくださってるんですね。あとはアメーバのブログをずっと20年ぐらいやってるんですけど、それもずっと私夢があるって言ってこのことを語ってたんで、お会いしてないブログの読者様がサブスクを取ってくださったり、なんかその夢を叶えられてすごいですねって言ってくださって、もう遠方から来てくださったり、だから私にとっては SNS の力ってすごいなと思ってて好きなことが仕事にできるってこんな幸せなことはないなと思って、なんかもうすごい人と人とのご縁とこのパンとお菓子を通じて、でお料理もすごい好きだし、今はもう生きがいになってます
サンドイッチ用のパンです。こんな感じで、これがね端っこパンですごいお客様から人気で、端っこばっかり詰め合わせて100円とかで売ってるんですよいろんな端っこが入ってるんですけど、めっちゃ美味しそうに焼けました。いい匂い。美味しそうです。玉ねぎがいっぱい入ってますね。も
っちりチーズなんです。もっちりという名前がついてるんですけど。お、硬い。料金別にやってるんですけど、これ2000、3000、4000、これで皆さん取ってくださってて、週末に送るんだったらその1週間焼いたパンをどれかわーっていろいろ入れて、あと焼き菓子も入れて送らせてもらってるんですけど、で時々インスタ見てくださってるお客さんだったら今日焼いてたあれ入れといてくださいとか言われるんで、それ一緒に入れさせてもらったりして、やっぱお客様に提供するものはちゃんと作りたいなと思ってるし、今日もトマトソースのあれトマトを買ってきてちゃんと水分飛ばして全部味付けしてベーコン入れて玉ねぎ炒めてって全部料理をして作ってるんで、なんかそういうのがお客様にこう見えたらいいなと思って、いつも料理してる動画もアップしてるんですね。あ、こんにちは。今日取材来てるんです。今もらってきたけど使うんじゃないかなと思って、めっちゃ美味しいのこの。いや、使いますよ。お金は持ってないけど、靴サンド買おうか。お金持ってない。うん。ありがとうございます。いただきます。きゅうりも高いのに嬉しい。ありがとう。やったー、嬉しい。ありがとうございます。いってらっしゃい。オーナーの人がすごいね。なんか1個買っても嬉しい嬉しいっていうのが嬉しくてすごい、可愛い人で、最初に比べたら人が来るようになったって言ってはったから頑張ってほしいなと思って、最後の生地が出来上がりました。これ書かれてるんですか？あ、そうなんです。自分で毎年元旦に書くんです。生産語録も自分で書いてるんですけど。あ、そうなんですか。もう毎日絶対これ見て意識してやってやらないとなと思いながら、半年経ってどこまで達成できてるかなって時々考えて、売上アップとかは頑張らないとな。筋トレ。筋トレそんなしてないです。筋トレというか運動するのが好きなんですけど、ヨガがめっちゃ好きなんでヨガばっかりしてます。ハワイのダイヤモンドヘッドの前で
ヘッドスタンドって言ってこのヨガの逆立ちなんですけど、それをするのが夢なんです。変でしょ。あれですよね、写真。あ、そうです。逆立ち倒立してるやつ。うん。本当にそうです。私ですよ。そうなんですか。そうなんです。4年越しでパーソナルトレーニング受けて体幹鍛えてやっとできるようになった。以上でこちらの作業は終わりです。早いですけど。すぐに冷凍にかける。今日作ったやつをまた半分今冷凍して、それはちょっとサブスクとかの方の分置いといて、こっちにちょっと店頭と明日の分。冷凍のままで販売されてるんですか？冷凍欲しいっていう方もいるんですよ。ここにあるやつでも持って帰って冷凍するから冷凍欲しいって言われるんで、そういう方にはもう冷凍をお渡しする。味って変わらないものなんですか？味ね、変わらないです。ちょっとチンしてきちんとトースターで中まで温めてもらったらふかふかサクサクで味は変わらないです。オニオンブレッドも美味しそうだな。そう、さっきこれもちょっとさっき焼いてね、あったかそう。あったかいです。これにしよう。嬉しい。冷やし中華始めるんですか？そうなんです。来てください。知らなかったですか？これぐらいの時間とかに。でも取りに来ていただいたら、用意してパックで用意し。本当ですか？やったー、テイクアウトがもう2つ注文入った。ありがとうございます。パン屋さんのに冷やし中華なんです。なんです。私もなんか料理がすごい好きで、もう店持ったらいろんなことしたかったんですね。今年の冬ぐらいから明けからおばんざいランチをするようになって、豆皿を使うのがすごい好きで、でその豆皿にちょこちょこおばんざいのお料理をこう盛り付けてお重みたいなのに入れてっていう、なんかこうちょっと京都府式のなんちゃってなんですけど、やりたくてやり始めたら、そしたら次もう大好きな冷やし中華やりたいなってそれ20品目の野菜と鶏とかいろいろ乗せてやったんですけども、思いのほか大変やって、やっぱり人様に出すってなって、そんだけの20品目の材料を揃えて冷えた状態で出すっていうのがすごい難しくって、やっぱすごい勉強しました。でまたやってくださいって言ってもらえたから、もう一回改良してやろうかなと思ってるんですけど、この8月に予約制みたいな感じなんですか？もう完全に予約制にしてるんですね。やっぱり一個一個丁寧に作りたいっていうのがすごいあるので、あとはテイクアウトでやってるんですね。はい。あんバター？あんバター。これを。大量パスタは今日なしですか？冷凍あります。プレーンでいいです。プレーンでいいです。プレーンでいいですか？プレーンでいいです。はい、プレーンで。ありがとうございます。890円になります。ありがとうございます。何か見てくださったんですか？インスタでありがとうございます。ちょっとトースターでカリッと焼いてもらったら美味しくなります。はい。嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。インスタ見てとても美味しそうだったんで、サンドイッチとか、はい。サンドイッチとオニオンブレッドと、はい。シフォンと美味しそうだったんで、は
はい、ありがとうございます。すごくよく来てくださるお客さんなんです。はい。あれすっごい美味しかった。何？あんバター。あんバター。めちゃくちゃ美味しかった。今もね2つ売れたんですよ。本当になくなったんですめっちゃ美味しかった。ほんまに全部美味しいんですよ。ほんまに。ほんまにお人柄がパンに現れてるって言ってこのことよ。ありがたい本当に。ありがとうございます。ほんまに助かりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつも気をつけて。ありがとうございます。ありがとう。まあ一回食べてすごいなんか素朴というか素材にこだわったんだなって思ったの。これガルツォーネとミックスサンドイッチもねお野菜めっちゃいっぱい入っててすごい美味しい。近くに住んでて私フラダンスを習っててでハワイアンジュエリーも置いてるよっていうのでワークショップをしていただいてそうランハラっていう葉っぱハワイの葉っぱで作りました。ほんまにお人柄がよくっていつも来たら「わいらっしゃい」みたいな感じでそんなパン屋さんってないでしょなんかそのお人柄に惹かれて通わせてもらってます。ちょっと今一人ですごい頑張ったはって私は流行ってほしいしもっといい場所に出したらとかってすごいアドバイスしたことあるんですけどここで頑張るって言ってはったからもうほんまに頑張ってほしい。フラダンスやってるお友達がこのハワイアンアクセサリーを自分でハンドメイドで作ってるんですけどこれね一つ一つパーツを自分で取り寄せて、全部自分で作ってやるんですね。でブレスレットなんかはハワイの葉っぱで編んで作ってるんですけどでこのブレスレット編むワークショップと私のランチでやったりテーブル茶道をしたりカジュアルなスタイルでっていうことでやってるお友達がいててその友達とテーブル茶道をここでやって後で私のランチを食べるっていうそういうコラボのイベントとかいろいろやってるんですけどなんかそれでなんかこうお客さんがこうみんなが集まってきてワイワイできたらいいかなと思ってみんなで助け合ってやってるみたいな感じです。明日はサタデーブレッドです。はい。どういった感じなんでしょうか。ですね、毎日私違うパンを焼いてるんですよ。それでその火曜日から火水木金今日まで焼いたパンっていうのが全部ここにストックされてるんですけど、ハード系のパンからパンパーニとかスコーンとかシフォンケーキとか台湾カステラとかもっといつもいっぱい入ってるんですけど、サタデーブレッドではこれを全部こちらの方に明日出してスペシャル販売をしてるんですね。朝からちょっと解凍するんでねオープンまでの間にとにかくここにどっさりとそしてサンドイッチと調理パン系のバーガーとかをメインに朝から作って一気に販売をするんですけどそれがサタデーブレッドっていう私にとって1週間に1度のスペシャルな販売日なんですね。土曜日はスペシャル販売ということで火曜日から焼いてます。
スイートピクルスって言って私めっちゃ好きなんですけど、甘いタルタルソース作る時にこれ買ってある。今日は最後なんで朝ごはんを4人分作ります。とだけまともな朝ごはんです。いただきます。パンの耳で最近端っこパンのサンドイッチ。
からこれが自分のやりたかったことなのかなって最近思ってて、パンをしてお菓子をしてっていうお店はすごい自分のお城を持つのは夢やったんですけど、やっぱその中でもういろんなものがどんどん浮かんできて、真剣にやりたいって言ってたらすごい周りの人が助けてくださるんですね。すごい周りの人にもめっちゃ恵まれてると思います。皆さんに助けていただいて、一人でやってるけど一人でやってるんじゃないんだなっていつも思ってます。いろんな人に支えられてできてるんだなってすっごいもういつも思ってます。でも感謝の気持ちは忘れてはいけないって思ってます。いやもう私にとったらこれが今年の一大イベントなのでありがとうございます。大体1年に1回何か大きなことをなんかできたらな、思い出に残ることをしたいなと思ってて、いつも目標がないと進めないタイプなので、そういうのがあったらなと思ってめっちゃ楽しみです。一生の思い出になります。あんバターでバター入れますので言ってください。この間美味しかったみたいで。あ、入れますね。はい、してきます。おはようございます。あ、おはようございます。来てくださったんですか。嬉しいよ。食べちゃって、で、やっぱあれコート。そうやったんです。残念。そうですよ。じゃあお帰り便利ですね。私もこれ気になって何かなと思って。めっちゃ可愛くないですか。なるほど。大人っぽいね。大人っぽいよね。あ、いいな。可愛い。たまらんよね。すごい。見てくださいね。すごいでしょ。こんなたくさん買っていただいて。どれも美味しいんですけど、私はでも絶対買って帰るのすごく焼いた時に外がカリで中がふわになるっていう、これもカンパーニュ、これも絶対、チーズとかと一緒に食べます。シフォンケーキ。シフォンケーキ系はお友達にあげます。すごい貫いてほしいですね。このスタイルを。いや嬉しい、めっちゃ嬉しい。いつもありがとう。ありがとうございます。暑い中楽しんでください。ありがとうございます。頑張ってください。はい、失礼します。晴れたよ、晴れた。よかった。ありがとうございます。嬉しい。暑いのにありがとう。ありがとうございます。基本的に土曜日がこれやるときは土曜日の本当に午前中に来て、昼のご飯は必ずマカナさんのパンにしてるんです。
こに買いに来てくれた方みんなに喜んでもらいたいっていうそのサービス精神が全てになんか詰まってる感じがして、でもうその思いとかもう心配りがパンの美味しさにも全てつながってるなっていうふうに感じるので、もうやっぱオーナーさんの人柄かなっていうのはすごく思います。もうこれからも笑顔で焼き続けてください。暑くてもうすごい少ないんですけど、春とか今日そこのカウンターもいっぱいにして、ここももっとてんこ盛りめちゃくちゃたくさん出してます。かなり少ない方ですね。なんか卵使ってないパンとかありますね。卵使ってないパン。この子卵アレルギーで。卵使ってんのないかも。あ、すごい、そうなんですね。卵使ってんのが売れました。あ、ゆうまくん。ユーマです。ゆうまくんってやな。可愛すぎる。ありがとうございます。はい。ありがとうゆうまくん。またね。またね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。失礼します。あ、そうです。ちょこちょこ来させてもらってます。この子が卵ダメなので、もっちりチーズとエビホタテドッグとおやつにミルキークランベリーを買いました。こちら卵も使われてないのも書かれてるんですね。そうなんです。なんか今日伺ったらほとんど使ってないとおっしゃってたんで、添加物とか一切使われてないので安心して、家も近所なのでまた遊びに来させていただきます。バイバイ。いらっしゃいませ。こんにちは。ジャックです。たまたま今日大阪に来ることになったんで、友達も一緒に。福井県鯖江市から来られたんですけど、私がずっとブログをしてるんですけど、ずっとブログを読んでくださってて、なんかね、ことあるごとにね応援してきてくださってるんですけど、さっき言ってたサブスクをもうねずっと毎月撮ってくださってるんですよ。大好きなんで。そうなんです。僕これが大好きなんで、本当に。嬉しいです。本当にこのクリームパンも本当に美味しい。どれも美味しいね。もう本当に全世界にね伝わるといいな。本当にもう全世界にお願いします。ね、本当に思う。すごい。本当にまたぜひ送っていただければ。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。僕は福井に住んどるもので、来ることはあんまりないんですけども、サブスクっていうのをやってまして、で毎月送っていただいてる。大阪行くなら、マカナさんに絶対行きたいなと思っていて、で今回ちょっと黙ってサプライズで来ようかなと思って来ました。はい。昔からそのブログを見とるもんですから、やっぱり材料にしてもすごくこだわってらっしゃって、そもそも本当にやっぱ美味しいパンなんで、もうここのパンはすごく気に入ってます。いつも美味しいパンいただいてて、で何を送ってくるかなっていうそういう楽しみもあったりして、またぜひ美味しいパンをまた作っていただければなと思います。お店をしたいと思ったきっかけっていうのは、前のマンションで新しくオーブンを買ってもらい、その時にビギナーズラックで焼いてみたパンが大成功して、そこから焼き菓子も焼くようになってっていう、もう本当に単純にそれだけがきっかけなんですけど、そこからどんどん広がっていって、でもうどんどんやっていくうちにこうやって店を持ちたいっていう気持ちになったっていうのが、今年で4年と3ヶ月なんですけど、やってるうちになんかそのパンだけじゃなくて、人と人、いろんなお客様にいろんなことを教えてもらったり、パンを焼くっていうことじゃなく、それ以外のことでいろんな関わりとか学びがあるので、だから今もっともっとこの先が楽しみです。あとやっぱり地元のお客様がすごく皆さんいい方たちばっかりなので、
それを大事にしていきたいですし、もちろん遠いとこから来てくださる人もいるので、もうとにかく私はお客様と1対1でお話しして、でパンをこう手渡ししたいので、すごい一人一人のお客様を大事にしたいと思う。自分のペース、マイペース、キャパが決まってるので、ゆっくりといろんなお客様がゆるゆるでたくさん来てくださったらいいなっていうのが贅沢な思いです。はい、お願いします。ありがとうございます。わあ、すごいたくさん。ありがとうございます。シフォンケーキとバゲットと、ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。人もなんか動物も幸せに暮らせる社会を目指して活動していけたらなって思います。より一層大切にしなくてはと思ってしまいますね、これ。そう、動物たちのために配慮された食材を使うってすごいなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。また来月。また来月。また来月。ありがとう。ありがとうございます。よろしくお願いします。夏野菜のピザトーストっていうやつで、米粉の食パン、米粉 100% の生地で、卵も乳も小麦も使ってないので、もう味付けはもうお塩とあれだけです。豆乳シュレッドって言って牛乳とかを使ってないシュレッドチーズみたいなやつだけです。レーズンフレンチと雪あかりっていう生のウインナーなので一旦入れます。3つ
手取りって言って地鶏ですね。アニマルウェルフェアにもちゃんと取り組んだ鳥です。ウェルフェアっていうのは、イギリス発祥で家畜動物の優しくしようっていうそういう取り組みがあって、環境が悪いところで育てられた鳥や豚や牛さんがその飼育の仕方が主流になってるっていうことを知りまして、で、知れば知るほど最初は鶏さんの卵のね産卵系の最後というか末路といいますか、それをたまたまインターネットで目にして、一応自分のパン屋としてできることはちょっとやりたいなと思って、まずはあれですね、卵を全部平飼い卵に変えました。できるだけ動物に優しい飼育の仕方でされてるものを使うようにしようと。フライパンでは焼き目をつけるだけで、あとはオーブンで焼いていきます。そっち行きます。時間で。そんなに焼けないですけどね、もうちょっと焼けます。流し込みます。米粉の生地ってこんなトロトロなんですね。何も入れなければこんな感じです。ちょっと小麦を入れたりとかグルテンを入れたりとかしたらちゃんと成形できるんですけど、でもやっぱりアレルギーの人とかやったらグルテンが入ってたらもうアレルギー出てしまうので全く意味がないので、そもそも米粉パンを作る気は全くなくって、絶対小麦の方が美味しいやんって私はずっと思ってたから、でもちょっとスタッフに小麦アレルギーの子がいたりとか、やっぱりお客さんの中でもお客さんからもすごい要望が結構あるので、そんなに多いんやと思ってね、ほんでちょっと勉強というかどうやったら膨らむんやろうと思って、こんにゃく粉を入れたらちゃんと膨らむっていうことを教えてもらって、なんか今も 100% にねできるっていうことが分かったんで、それにいろいろ具材を試して、これやったら美味しいなっていうやつをやってます。手作りのパン屋さんでも何が入ってるか書いてないじゃないですか、基本は。何が入ってんやろうと思ってすごい不安になって、あとうちの母が糖尿病やったんで、できるだけ糖質を下げないといけないっ
小麦粉だけじゃなくてそれ全粒粉を入れた方がいいんじゃないか、あとお砂糖は甜菜糖の方がいいんちゃうかって言って、であと自分で使いたくないマーガリンとかショートニングとかそういうのも一切使わずに自分の食べたい体に良い食パンを作りたいなと思って家でずっと作り続けてて。お友達とかにお誕生日のお祝いとか、あと普段お世話になっている整骨院の先生にお礼みたいな感じで渡したら、もうすごい美味しいって言ってくれてだんだんもうそれがなんか量が増えてきて作れなくなってしまって、お家ではもうちょっとまた先生とこに「すみませんちょっと焼かしてもらえないですか?」って休みの日にって言って「いいよ」って言って「そうだよ、そのままそこで作って売ったらいいやん」って言ってくれはって、でそこの定休日が火曜日やったんで火曜日に自分で焼かしてもらって、でそこで週1回だけの美穂パンが誕生して、でそこ火曜日しかやってないんですけど、それをめがけて来てくれはるお客さんもいてはったりとか、やっぱりこだわりの部分を分かってくれはって、私のパン売れるかもしれないってちょっと自信がついて、それでオープンに進めていった感じですね。美味しいと思えへんかったらヨーダさんので、もう自分がもう何回食べても「うまっ」って言えるやつを出してます。そうだから最初に美味しいと思ってもらったらもうずっと美味しいと思います。パンが2種類。パン屋修行が短い。これ大豆粉入り、これ大豆粉なんですよ。健康なパンを健康に体にいいパンを作ろうと思った時に、日本の国内の食を研究してはるお医者さんみたいな人がいてはって、その米どころの方が寿命が短いということが分かったんですね。その頃そんな甘いものとか特に普及してないから、米っていうのが一番糖質が高くて糖尿病になる人が多い。寿命が長いところはって言ったら大豆農家さんやったんですよ、その本によると。ってことは糖質もなくってタンパク質も取れてとても体にいいんやと思って、で大豆を入れたいって思ってきな粉ではなくって生の大豆を粉に乾燥させてそのまま粉にしたやつを言ったらなんとか形になったので、それを生地にしてるんですけど、変わったもの入れなくても添加物とか入れなくても大豆を入れることですごく甘みも出るし香ばしさも出るし生地が美味しいんですよ。おはようございます。母です。お母様。はい、母です。今からサンドイッチを。大阪弁でさっき読んでるさきちゃんってやつね。で東京弁やってさきちゃんって可愛いねんけどね。大山バター使ってます。塩パンだけ。飼育方法とかを問い合わせしたんですけど、まだ答えてくれて、一応こんな感じでちゃんと飼育してますよっていうこともすごく丁寧に返信をくださったので、もうすごく美味しいんだよね、このバターが。もうだから最初にこれが使いたくて塩パン始めたぐらいこのバターが好きで、だからやめたくなかったし使い続けます。
ちろんこの卵っていうだからほんのり甘い感じですね。メープルシュガーを上に振りかけてから焼きます。好みのあんこにできるのでめっちゃもう漏れるので漏れてもいいようにちょっとだけ多めに入れてます。このフライスコの生地が追いつけへんねん。たらんなこれ。結局酸が止まっちゃいました。でもね、2週間2回ぐらいしか買いに行けなくって。すいません。東北豚の無塩石無添加のベーコンです。普通豚さんってすごい狭いケージに閉じ込められて出荷されるまでを迎えるんですけど、このベーコンに使えている豚肉の豚さんはもう完全放牧飼育で豚さんに負担がないようにされて、ちゃんとアニマルウェルフェアにのっとった形で作られている豚肉さんで作ったベーコンです。そうです。すごいめちゃくちゃめっちゃなんていうかな、素材そのものの匂いが違うでしょ。そうですね。肉肉しいですね。そうなんですよ。こんだけしかないです。原材料。豚バラでしょ。もうびっしりじゃないですか。普通ね。そう。やっぱり素材がいいとどうしても高い。でもそれって命をいただくからね。安いのがおかしいんですよね。初めての経験ですね。
美味しそうなタルタルソースですね。そうなんです。ございます。これも手作りです。あ、手作りでやられてるんですね。毎日。毎日手作り。はい。あ、この日の分、前の日に全部作って。玉ねぎ。ロケットスタートかな。今日は入れる感じで。今こういうタイミングで。タコスミート。タコスミート。はい。大豆ミート使ったタコスミートです。最初は豚肉でやっとったんですけど、お肉系は使わないようにして。お母さんはジュニアさん。一番。ね。楽しい。交代で BLT そこにトーストあるので焼いてもらったらかなり美味しく食べていただけると思います。ありがとうございます。頂戴します。何でもよね。うちの大豆粉食パンの生地やから甘くなくって上にこれはアンチョビペーストです。明太子チーズソースと。なんかそれにそんなめちゃくちゃたくさんいろんなもの入れなくてもセイロンシナモンっていう癖のないシナモンなんですよ。これがメープルシュガーです。
これ失敗ですわ。あ、じゃあ箱持ってない。箱持ってない。アニマルウェルフェアを気に入ってくださってるっていう話をそうなんですよ。聞きまして、なんかできた時もすごい嬉しくて買いに来てたんですけど、途中からそういう風にされるっていうのを聞いて、その動物たちのために配慮された食材を使うって決意されたのがすごいなと思って、すごい大切なことを教えてくれるファンですね。はい。これがそうですね。ホットドッグですね。応援したいっていう気持ちと、で食べてみたら本当に美味しくて、これを楽しみになってるんですよね、土日の朝の。はい、頑張って続けてほしいなって思いますね。応援したいですね。はい。うちが勝手にアニマルウェルフェアに目覚めていろいろこう材料を変更したことに関してすごい支持してくれはって、素晴らしいとか言って、すごいいいことですねみたいなこと言ってくれはって、救われたという。やっぱりね、そんなん関係ないただネオパンが好きって思って来てはる人からしたら、急に原料変えられて値段も上がってってしてね、理解してもらわれへんかったらどうしようかなと思って。自分も生活かかってるし、できるだけ安くと思ってやってるから余裕もないし、でもなんか自分の中ではやらずにおれへんかったのでもうやってまえと思ってやったんですけど、意外とだからそういうふうに声かけてくれはる人がいてはったんですごい救われました。ありがとうございます。ありがとうございます。子供が食べれそうな米粉のコーンパンと明太子のフランスパンみたいななんか美味しそう。あと前塩パンが美味しかったね、ここね。塩パンとあとオリーブが前売り切れててなかったんでオリーブパンかな。はい、ピセルみたいな感じのやつを買いました。お子様もパン好きですか？パンね、好きね、食べてるね。で米粉パンやったら食べれるね、はい、気兼ねなく親もこれしてる。チーズトッペが1点、明太子トーストが1点、塩バターパンが1点で。そうです。週に1回か2回は、はい、朝早くから空いてるんですよ。7時半から。だからもう朝ごはんに飛んできます。3種類チーズが乗ってるっていうパンで、もうここのパン屋さんのチーズすごく美味しいんですよ。これは塩パンですね。これが明太フランス。朝早いし、でお休みもねすごい少ないし、体壊さないでくださいって、それだけが心配です。何種類かブレンドされてるんですか？そうですね、これフランスパンなんで、全粒粉と普通の春よ来いが強力粉で、これが中力粉になるんですけどね、これは北海道
豆腐じゃないけど国産に三重県の西の香りっていうやつなんですけどね、ちょっと味をつけてます。でもこれは予備発酵がこのまま入れたら発酵しにくいみたいです。やったことないんでわかんないですけど、ここに入れていきます。そうすると塩とフランスピザで先にあれです。あれと塩バターパンとあとピザ。あんまりこうカチカチになってほしくないというか、ちょっと食べやすい感じにするために、ほんまでも若干なんで味はほとんど変わらないです。なお5キロなんです。これ食パン。これ大豆粉です。ほんまの大豆を粉にしたもの。こんなん混ぜてる人は多分おらんの違うかなっていう。8キロしかんから400ぐらい。お小遣いもらってやんなんかして。混ぜます。全粒粉と入れまして。ニュージーランド産のバターです。30度。オリーブオイルを入れた方が柔らかいです。仕込んでる間に昨日余ったパン。ブツブツが治らなくて、体とか顔とかで皮膚科に行ったら炭水化物の摂りすぎやって言われたんですよ。よく考えたらパン屋を目指し始めてからパンをめちゃくちゃ食べるようになったんですよ。朝昼絶対パン、しかももう3個とか4個とか一食に食べるような感じで。
で発症みたいになってしまって、で炭水化物全般があかんから、ほんまは米もダメなんですけど、とりあえず小麦を完全にやめたら結構収まる人が多いから、一回それでやってみてって言われて、パンだけじゃなくてうどんもパスタも全部そうやめてやったら治ったんですよ。治ったんですそうそう。だからパン食べてもいいけど、食べる前に葉物野菜を食べなさいねって言って、それを守ってパンを食べるためにこれを食べてます。あ、そうな、映んない時、すげえ、めっちゃ優しい。水もちょっとお願いします。よいしょ。パンと、ライ麦のパンですね。はい、トマトとソーセージの全粒粉使われてて健康的な味がしている、あ、そうなんですね。はい、じゃあ美味しいし体にも優しいしっていうので、はい、そんな感じです。あ、そうですね。ありがとうごあざいます。りがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おいくつぐらいパン買われたんですか？6個買いに。6個。お。メロンパンです。わ、いいですね。しらすのピザらしいです。よく買いに来られるんですか？そうですね。もう月1ぐらいでめちゃくちゃ楽しみです。帰って食べます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これを200入れてます。ごめんね、慣れてなくてタイミングこうしておいて。出来上がりました。でこれでちょっとさ、ある程度粗熱取ってから入れ替えます。これ何やったっけ？読み取っていただいて、確認するね。はい。はい、おお、ゲット。何を使われたんですか？今ね、これポイントもらうんで。これポイントがたまったら、こうなって食パンも
ただではないけどポイントで買える。ご苦労さん。ありがとうございます。おすすめは全部やねんけど、食パンが美味しいじゃないですか。今日は購入されたんですか？食パン買ったんや。ポイントで買えんねん。だから他のは食べられません。美穂ちゃんとこのパンを食べたらね、素材が大事。すっごい熱心やねん。あったこっちゃ言って、それもやっぱり試されるやん。いや偉いわと思って、体に気をつけて気楽に、まあ今まで通り頑張ってくださいって。今のは何を？バニラペースト、バニラビーンズがペースト状になってる。ね、僕らも月いっぺん僕来るの楽しみな本当に良かったです。また来月。また来月。ありがとう。りがとうございます。昔僕がこの近所の大学に通ってた時にお母さんが喫茶店をした、喫茶店によく通ったんで、その時からの友達、いろんなところこう訪問したりなんかしてるんですけど、まあお世辞抜きでまあ美味しいパンやなっては思いますよ、本当に。で最近は平飼いの卵にするとかね、そういう信念持ってお作りになられてるからすごいなと思うし、でも何より美味しいもんね。はい、これね、それからこれはちょっと保冷剤が入ってるっていう BLT さんのね、タコスミートやった、その新作の釜揚げしらす。お母さんもすごくお客さんを大事にする人やったから、やっぱり娘さんがやっぱりその血を引いてるからかな、非常に愛想もいいし、原点を大切にして一つ一つの作り方だとか無理をせずに美味しいパンを追求し続けていってもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。また来ます。また来ます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。お昼ご飯ですか？お昼ご飯です。昨日の晩ご飯ですね、これね、全部ね。
からコンビニのご飯とかも一切食べなくなりましたもんね。どうですか、この娘さんがのこのお店でパン屋さんになっていかがですか？いやもう私はもう大変やろけど嬉しいですよ。こなしてやってくれてるのを見てたら。でそのやりたいようにやっててこなしてこう続けていけてるお客さんもそれ来てくれたはるよ。それが何よりです。それともうお互い健康。お願いします。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。今日はどちらに？今日は絆ファームさんに平飼い卵を買いに行きます。堺の方なんですけど、車でだいたい4、50分ぐらい。すみません、お願いします。行きます。出発します。ずっと言ってましたね。海のためだけに行ってたから、その時は沖縄の文化とかそういうのも。おはようございます。こんにちは。よろしくお願いします。でもちょっと前羽が結構抜けてる子もいてる。産んだ卵を回収して、はい、その体験もさせてもらえるということで、はい、楽しみに来ました。
ね、暑さ対策で今シートに水浴びさせてるんですよ。こっちは有精卵と、あと向こうはメスだけのお部屋とある。そうそう、だからメスだけのやつ、ここのやつは有精卵や、うちは無精卵を使ってるので、向こうの傾斜のもので。やっぱりゲージって何もない動かないから。平飼いっていうのはどういうことを指すんですか？もう本当自然に近い形でこんな感じで砂浴びっていう、まあ、人間でいうお風呂みたいなのをそういう砂浴びしたり、で今こうやって上乗ってるような木登ったりとかジャンプしたりするんで自然に近いっていう形ではあるけどね。さっき言ってはったけどみんな同じところに産む言うて、ね、いやそうなんですよ。ここに卵ありますよ。あるんですか？本能的に次育てるっていう気持ちになっちゃって卵うまくなっちゃうんですよ。もっときれいにしてご飯後で持ってきます。はい。買いますか。全然自由に触ってもらって。はい。何持ってない、ごめん。バケツごと。はい、流してってもらって。後半待っとった。ごめんな。私はもうなんかこう動物に優しい。うちでパンでいう原料をと思って探して出会ったけども、産むっていうので体がしっかりできてないと、はい、卵産みませんか？飲食店でも使われてる方はいらっしゃるんですけど、もう平飼いっていう形だけでもうここまで見に来られない方も正直います。すごい取り組みもあって僕らも何かできたらいいかなっていうのでぜひとも体験とかいろいろ僕らとは違う形でやっぱりお伝えできることってあると思うんで、そこはもうどんどん進めてもらえたら僕らも嬉しいかなっていう。よかったです。なんかご迷惑ちゃうかなと思ってて。見立てたもん。見立て。楽しいです。はい。これでちょっと手作業でやられるんですか？そう。すごい。これで。やっぱり意外やわそれは。より一層大切にしなくてはと思ってしまいますねこれ。あと匂いが全然しないというか。そうですね。もう違う。ね、変な匂いがやっぱしてくるんですよ。卵を使った後の器具とかバットとかあんなんがやっぱり匂い残るんですけど匂いがないですね。白身の弾力がもう黄身もまたぷっくりほんままん丸で鍋の中に落としてもこの高さが違うっていうか見た感じで全然違いますよね。全然違います。クリームパンとかやっぱり味変わったって言ってくれる人いてるし、あとベーコンエッグサンドとかやったらもうそのまま卵を焼いてやってるからもう全然違うって分かる人は分かってくれます。本当に嬉しい。ちょっと値上げしたんですけどそれでもやっぱ買ってくれはるからやっぱり味を分かってそうですよね。ちゃんと理解をしてくださって買ってくれはるという。めちゃめちゃありがたいですけどね。もうめっちゃドキドキしましたけど最初に値上げするときは。はい。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。そこまで人間が子供を産む時みたいには苦しんでないけど、やっぱり生きんでね、一生懸命産んでくれてるなってすごい伝わるので、ほんまに大事にしやなあかんなと思って。アニマルウェルフェアについて知ったのは、たまたまこのフェイスブックで。鶏ちゃんのそういう現状が急に出てきたんですよ。卵を産む鶏ちゃんの末路というかが結構悲惨なものですっていう情報をやって、私はその産卵系卵を産み終えた子たちはみんな何かしら食に使われてると思ったんですよね。その現状はもっと残酷なもので、ただ単に無残に殺されてるだけの子がいるっていうことをそれで知ったんですね。だから人間のために卵を産まされ続けて、すいません、これ言うと絶対ね投げてくるんですけど、
卵を産まされ続けて人間のために命を使ってその最後がそれっていうのが本当に辛くて、なんかせめて生きてる間は元気に大切に今の絆ファームさんみたいに育てられた子の卵を飼いたいなって思ったのが最初ですね。パンは好きでやってきて、こう一ところにとどまるタイプではないのでもしかしたらパン屋じゃない何かを始めるかもしれないですけど、今はパン屋をなぜ盛り上げるために営業できてちゃんと利益が生まれるようにで、そして美味しいパンを皆さんに届けられるようにやっていきたいんですけど、それが一段落ついたら養鶏場をやりたいなと思ってますパン屋なのに何言うてんねんって感じですよね人もなんか動物も幸せに暮らせる世界というか社会を目指してなんか活動していけたらなって思います。少しでもなんか人間のためだけじゃないんだよね、この地球は、みんなが幸せじゃないと意味がない。人間だけが幸せやってもこの先いいことなんか起これへんのちゃうかなって思うので、それに向けて何かできることがあれば何でもやっていきたいなって思ってます。なので応援お願いしますよろしくお願いします。ベイクに行ってベイクでしか感じれない空気感でパンを買って神戸でしか食べれない味を食べて、それが価値になってもう一回神戸に行く理由になるっていうのがこのパン屋さんをやっている理由でもありますよね。うちはハンバーガーをやってるんですけど、このブリオッシュじゃなくて
米粉のバンズでやってます。はい。麦のエキス。糖分も少ないので、今日はこれを入れて。これぐらいで揚げます。一旦時間を置いて。
これカンパーニュの生地使ってドライフルーツとクランベリー、レーズン、あとくるみ、あとイチジクですねが入ってます。
ねぎにちょっと甘み出したいんで塩を入れてあげて一緒に。使わないです、バーガーミンチは。どの仕込みもオリジナルの味というか、そうですね、全部規制使わないんで、全部手作りでオリジナルでやってます。このバーガーミンチに関してはこんだけ玉ねぎ入ってるんで、やっぱその野菜の甘みがあるようなバーガーミンチにはなってますね。ビネガーとケチャップを合わせた、あとローリエの下味ですね。でこれでちょっと1時間ぐらい煮込みます。これで一晩寝かします。こっちで作ってるんですよ。手作りですか？あ、そうです。
パンなんですけど、ぜひ焼き直してから召し上がってください。毎日来ますよ。近くにレストランでパン使ってるんで。フレンチレレストランされてるんですか？はい、そうです。何を焼いてもらってるんですか？トラディションパンバゲット。はい。本物パンです。神戸イーバー。本物のパン。はい。ご出身はちなみに？フランスからです。はい。こちらはもうちゃんとフランスの味は知ってますね。はい。またね。バケットの今から分割体験です。これトラディショナルっていうバケットとベーコンフランス、あとチャバタで使用してますね。バケット2種類やってて、トラディショナルとさっきのムーっていうので、トラディショナルは、いわゆるハード系ですね。冷蔵発酵、長時間発酵させてるんで、小麦の、風味、味がすごい感じられるバケットになってて、でムーはフランス語で柔らかいって意味なんですけど、でそれ、日本人向きに、柔らかく仕上げてるきめの細かいバケットになってます。
プティングっていう余ったパン、いろんな種類のパンを集めて次の日焼くっていう形でやってます。レストランとかでもおろしてるんで、レストランとか端は使わなくなっちゃうんでサイコロ状にカットしてで、アパレルと一緒に、焼き固めるって感じです。廃棄はゼロですね。はい。よく染み込んでます。すごい。いろんな。お腹いっぱいになります。時間経てばバタースコッチっていうソースがあるんで、それとバターを合わせて、でもまたさらに乾燥したラスクにあえて、でまた焼き固めてっていう感じです。やっぱ一番うちの看板商品のソーセージブリオッシュ。一応ソーセージも自家製で作ってて、でこの型に合わせてソーセージのサイズも変えて、でお出ししてるって感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。Alright, good choice, my man. 温める。温めて、オーブンです。はい。ください。ありがとうございます。少々お待ち。口頭でレジの時に温めましょうかって言うようにはできるだけしてます。その方がもう温めた方が美味しいのは僕らも分かってるんで、それで食べてもらいたいなっていう感じで言ってますね。
日本のパン、ユニークだ。ユニーク。ヘブンですか？美味しい食べ物。ヘブン。来てください。来てください。ありがとうございます。バイバイ、さよなら。ソーセージブリオッシュの次に人気の商品で、フランスのクロワッサンに結構めちゃくちゃ大きくて結構バターの香りが強いんですよ。まあうちもそれに寄せて、結構大きめに作ってでも値段は300円とリーズナブルな感じでお出ししてます。発酵バターも使ってるんでバターの香りもすごい良くておすすめです。僕もともと愛知出身で自動車関係の仕事を、10年ほどやってて、そこから、ちょっと飲食行ったりしてて、その飲食の時にそのルブジとかベイクのお店を知って何度かお客さんとして通うようになって、そこからちょっと働いてみたいなと思って愛知からちょっと修行って言ったら響きはいいですけど、そんな感じで、入りました。パンは僕今年で3年目なんでまだ本当にペーペーですね。でもめちゃくちゃ勉強してもう毎日本も読みましたし、もう30超えてから新しいことを覚えるってことで、結構大変でしたし、やっぱその当時は結構朝早かったんで、今営業時間がちょっと遅いんですけど、前まで4時とかだったんで4時に起きるっていう習慣もなかったんで、それも大変でしたし、覚えることもいっぱいあったんでめちゃくちゃ苦労しました。でも僕に教えてくれた先輩たちがもう手取り足取り教えてくれて、そういった面ではそういう先輩方にはすごい恵まれてたなで、今は店長ということでそれをまた下の子たちに
教えていけたらいいかなって思います。メイク最初こう来た時にとりあえずもうなんかかっこいいこんなパンならちょっと作ってみたいと思って入ってきたら案の定めっちゃ面白くてハマり込んでます。ハマり込んで2年ちょっとになるんですかね。シンプルで美味しいのがやっぱかっこいい。関連で出てますね。クラシックがかっこいいって学ばされました。結構このインパクトのある大きいパンは惚れましたね。シンプルかっこいい大きい僕に合ってるって神戸来てみたいってずっと思ってて、で就職で神戸来てすごいベイクのパンとかお店の雰囲気とかがめっちゃいいと思って直接やらさせてもらってっていう感じで、これからもっとなんか頑張らないといけないなと思います。今回はちょっと取材をはいおいていただいてありがとうございます。ありがとうございます。彼はバカ真面目で不器用けど何か一つのことをやり続けることには長けてます。で可愛さもあるし、もう多分ああいう人が今後街を担っていくし作っていくしっていうことができる可能性を秘めた人だなって僕はいつも思ってます。チーズバーガー温めましょうか。お願いします。はい。ソーセージのブリオッシュはトースターとかフライパンで少し温めてもらったらちょっといいんじゃないですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
ジナルで作ってます。美味しいんですよこれが。ディルっていうハーブです。こんにちは。これセルバチコです。ちょっと苦味がある。これで蓋をして。これが味噌はどこやったっけ。もう3セット来るんで。1枚ででもどれぐらいの大きさに。あ、ちょっとミスった。牛乳温めながらやるんやった。グランパリジャンはカスタードパイですね。結構フランスだと多分クラシックで王道の、スイーツになってます。ありがとうございます。コーンスターチでとろみつけて焼き上がりがプルンとした食感になるように仕上げています。口が沸いてきたんで。でここからとろみがつくまで炊き上げます。色つけます。
ソーセージブリオッシュは甘いバターたっぷりのブリオッシュ生地に自家製で作ってるソーセージを包み込んで焼き上げるパンです。フランスのリヨン町のレストランとかの前菜に出されているソシソンブリオッシュっていうものからちょっとアレンジして出しています。桃です。はい。でここに骨が走ってるんですけど、この骨走ってるとこに包丁入れてあげてちょっと分割して。氷入れてることですぐ冷めるんですぐ冷めたらすぐお肉放り込める。もうジャンボンブランは鮮度が命なんで、本当に調理する時も肉切る時もあんまり温度上がらないようにもうすぐ手あげて、さばきたてのものを入れて、でもう絶対その日のうちにこのつけだれにつけてあげて、でこれインジェクションっていう注射器なんですけど、こういう注射器で中心の方にソムイルエクをつけてあげて、鮮度が悪かったらパサついたり発色が悪くなるんで。さっきのと合わせてキロが10キロあるかなないかなぐらいですかね。大体もう1週間ぐらいでなくなりますよ。仕込みは発注入れて2週間ぐらいかかるんで、漬け込みに5日から1週間かけて、で火入れして1日2日間置いて固めてからカットなんで。
豚のハムの風味の奥行き出すためと長期に持たせるために乳酸発酵させてるんですよ。そうすると腐敗菌っていうのが増殖しなくなるんで、そのために今ちょっと乳酸発酵してる状態ですね。で今からこの油と赤身を乳化させていく作業をします。氷入れないと温度が上がっちゃうんですよ、この機械の熱で。なんで氷入れながら冷やしながらやるんですけど、温度上がりすぎちゃうと分離して食感が悪いボサボサのハムになるので、うまいこといけばこんなプルンプルンのハムができると思うんです。長さに合うように。木の粉末をこう固めたやつですね。燻製のちょっと周り焼いたり。でこれ一回火消してあげたら煙が出るんで、これを寿司粉の中に入れて。
スの香りをつけてあげる感じです。ほんで豚がまあ大体30時間です冷やしてこれで多分30分ぐらいでできるんで。これで夜は基本的にはパンとワインと楽しんでもらう感じなんですけど、隣のそのシャルキュトリーも食べれるんで、惣菜と、こっちのパンとっていうのを、お酒はビールと、あとワインがメインで、あとはソフトドリンクとチューハイもあります。全然今日はミルフィーユに使うパイですね。5時から立ち飲みが始まるので、それに向けてセッティングしているところです。これハムの盛り合わせです。これをどちらに？これベーク。全然終わってない。まあいい。めちゃくちゃ食べてるからや。
これは半盛りですね。半盛りのハーフサイズで、お隣がブージーさんなんで、肉の専門店ということで、横の店も系列店なんで、うまいコラボの仕方だなって思って、はい。飲めるパン屋と書いてあったんで、一番最初にこれ見た時にパン屋さんで飲めるんだっていうのがすごく衝撃的だったんで、ふらっと入りました。それからもう虜ですね。今も飲んで、そしてパンをこう持ち帰りで帰っているところです。僕のここの大好物なんですけど、クロックムッシュ、はい、すごく美味しいんです。はい、ワインもまた新しくチョイスしていただいて、それもすごく美味しくて、飲むだけじゃなくて会話も楽しめるっていう、そんな雰囲気を作ってくれる素晴らしいお店ですね。あ、わからん。ちょっとハム盛りがあるんです。ジローさん、ハム盛り頑張るそうです。いいっすか？これで隣のレストランの方と連携して、基本お肉とかハム盛りとかはレストランの方から持ってきてもらうんで、結構バタバタしてると本当連携が大事になってくる。一度テイスティングされるんですか？はい。コルクに壁が生えてるやつがあるんで、それの正常かどうかのチェックをしてから。どうかな。好きなんだけど、昔から大きくやりましたね。それも行って持ってない。なんかすごいと思ってる。俺から見たらちょっとおかしいんだけど。これは繊細のうちのワンオブセン。確かに。言ってたもん。ハム盛りと、ウフマヨネーズと、パン盛りで。パン盛りで、はい、わかりました。これにはワインをお願いしていいですか？おすすめで。おすすめで、はい、わかりました。めっちゃ可愛い。キリッターズみたいな。ブルゴーニュのサルドです。お疲れ様です。ハム盛り2名分とフマヨ1お願いします。はい、了解です。結構高いわ。ビーフハラミと豚のカツ。フカッチャですね。オリーブのフカッチャです。
半分安いんだよ。東京でも高い。売り上げも半分だよ。食いすぎ。客観的にやばい。お店の中にお酒も置かれていると思うんですけど、スタンド営業、立ち飲み営業をするのがお酒置いてある理由で、基本的にワインからビールからハイボールから飲み物は割とソフトドリンクもあるし、どんな方でも割と来やすいカジュアルなスタンドになってて、ブージーのそのさっき作ってたハムのスライスをパンに乗せて食べたり、当てがあったり、チーズがあったり、フランス人とかパンとチーズとワインを飲んでるじゃないですか。だからお酒とパンって合わないはずがないっていうか、僕らにとっては割と自然なことというか、お酒と食事をつなぐパンみたいな立ち位置でこういうスタンド営業はやってるんですよ。カウンターをテーブルを真ん中にドンってなってるじゃないですか。あれは意図的で人と人をつなぐテーブルでもあるんですよ。だからみんながテーブル一つのテーブルシェアするんで、初めて会った人といろんな情報交換ができそうで、いろんな出会いがあったりで、ここで生まれた仕事もあったり、恋愛もあったりするんですけど、人と人としてこうつながっていくっていうのはスタンドのいい役目かなと。お願いします。ありがとうございます。
は洋梨炊いた時のシロップです。これを振って香りの補強をしてます。それでもいいですか？キャラメルのソースです。洋梨酸味が少なくて食べてるとこうずっと甘い感じになってしまうのでアクセントというか、飽きないようにみたいな感じですね。絶対私は無理です。3回ぐらいやり直すかもしれん。黒の日か茶色の日しかない。2色しかない。基本。黒も着いひんの？なあ、見たことないよな。レアやったんやあれは。言わされてる。でもめっちゃいい感じ。ちょっと長そうやな。そうやろうな。でうちナッペするときはこれ作業ナッペするんですけど、純生クリームで何にも入ってなくて通常安定剤とかが入ってるのでもうちょっと触れる回数が多いんですけどボソボソになるのが通常のものより早いので。
出た。やばい、めっちゃ仕分けするの大変やった。逆に迷惑。このデジタルの時代にもう持ってないんじゃない？キャロットケーキのフロスティングって言って上によくクリームとかが塗ってあるんですけど、チーズとかバタークリームとか、うちはチーズクリームを塗ってます。なんか束のにやってもらってよかった。帰ってきたバナナが。バナナ3ぐらい。うん。なんかボンさんが10月ぐらい。あ、でも何だっけな、秋やんな。初めてですし、彼女も全部自分で作って、お気に出会い
しい商品っていうテーマの授業で、そのコンペに出したやつで、これコンペ取ったんですけど、商品としてっていうかうちで出すのはもちろん初めてですし、彼女も全部自分で作って、お客様にお金をいただいて出すのは初めてですね。はい。ショコラバナーヌと、ショコラバナーヌが一つです。やばい。まあ、わかる。
中にナッツとチョコのブラウニーとバナナ、キャラメル、なんかいろんな味がします。甘すぎなくて美味しいです。ナッツがしっかり入ってるんで食べ応えがある。どっちかっていうと甘くなくてちょっとあっさりしてる感じがします。コーヒーと合います。コーヒーと合います。とりあえずはいいんじゃん、入れても2杯分ぐらいかな。今日はついつい平野の今日のケーキと洋梨のショートケーキ頼みました。アヒルブレンドのアイスを頼みました。飲みやすいんで好きなんで、いつもここ来たらアヒルブレンド頼んじゃうんですけど。お一人でも全然？もう全然、むしろ一人でよく来る。一人で来やすいなって思ってます。ついつい平野は地域イベントなんですけど、そこに参加させていただいてて、で、いつもは私が考えたものとかであることが多いんですけど、今日は彼女のケーキを、だから私以外のケーキを初めて今日出すんですけど、はい。コーヒーはいつも、時々飲まれるんですか？引き立てはやっぱり全然匂いが違うんで。これコーヒー豆の方にもこだわりってあるんですか？そうですね、ブレンドじゃない豆を3、4種類一応ご用意するようにはしてます。季節によってちょっと変わったりするので、はい、宇都宮の湯気焙煎屋さんっていう
コーヒー屋さん焙煎室さんにお願いしてるんですけど、アヒルブレンドは実際にお店に行ってテイスティングしながら微調整をしてもらいました。ちょっとフルーティーさを足したりとか、そういう細かい調整とかは一緒にさせてもらって毎日飲みやすいようなブレンドにしようっていうことで、飽きのこない味に一応してもらいましたクンってやったらそうあかんかった。粉砕されんねんな、あきよこさん。とりあえずさっき葉月さんに。でもこれも可愛い。1年もあったの。全然見事な話って言われてる。断言する。分かってます。チップです。自家製なんです、チップが。これ自家製で作られてるんですか？スライスしてオーブンで低温で乾かしてでチップにしてます。ね。はい。いらっしゃい。包まれてるんですか？これはギフトボックスで配送で注文いただいてる分になるんですけど、焼き菓子とコーヒーのペアリングギフトを今包んでます。タブじゃないと通販サイトがオンラインショップと通販サイトクリーマさんと2種類あるんですけど、そちらからの注文か店頭で配送の指定とかいただいてもお作りすることができます。美味しいです。コースターがね、どの柄がどの柄になるのかが楽しみなんです。アヒルさんだけの時もあるし、こうやってちょっと可愛らしくなってる時もあるので、2ヶ月か3ヶ月に1回なんですけど、なんかこちらへ来た時には必ず立ち寄らせていただくように、もう本当に楽しみだし、このために1ヶ月頑張ろうとか次行くために頑張ろうって思えるから特別な場所ですね。アヒルのイラスト、はい、あれは全部生駒の担当です。
事務作業とかイラストとかそのデザイン系はもうほとんど生駒の作業で彼女が描いてます。ロゴも全部彼女が描いてます。もともと絵が得意だったのをもうちょっと勉強して頑張ってもらってる感じです。コースターもですし、そうですそうです。ああいうのも全部彼女があそこの壁に飾ってある絵だけは、元スタッフやった子が描いてくれて、なんか勝手に役割分担していった感じです。得手不得手で。基本お菓子とか、そういう商品に関しては、そうですね。商品開発は基本私が全部やります。ありがとうございます。ありがとうございます。で、カフェのポスト入りまして、みんなで。ありがとうございます。お預かりいたします。顔つきました。お願いします。これジンジャーエールの新生姜のスライスして鍋で煮込んで作ってるシロップになります。ということはクラフトジンジャーエールですか？そうですね、はい。季節になったらいつも新生姜買ってきて作ってるような感じになります。お願いします。ブレンドホットさせてます。アヒルブレンド。はい、チーズケーキをカフェオータム。カレーを食べます。はい、以上です。限定のケーキがめっちゃ美味しいです。チーズケーキもめちゃくちゃ美味しいです。柔らかい。私は店内は2回目で
テイクアウトは何回かしてました。このものはお二人ともアヒルブレンドですね。なんか前にコーヒー飲んで美味しかったんで来たんですけど、今日も美味しかったです。初めてですけど、雰囲気もすごい良くて、コーヒーも美味しかったです。ケーキも美味しかったです。また近いんで、ちょっとね来ようかなと思います。はい。パティシエですけどコーヒーもできます。やります。もともとオープンしたのもコーヒー屋さんなので、もう1店舗あるんですけど、そっちが先なんですよ。後にこっちを建てたというか作ったんで、1店舗目はコーヒースタンドなんです。それを友さんとお二人で、そうです。最初はだから2人で、コーヒースタンド立ち上げて、生駒も今日はこっちにいますけど、普段は向こうにいます。もう1店舗の方に。どういった経緯でコーヒー屋さん始められたんですか？専門学校の同級生なんですけど、イベント出店じゃないけど、それ系で一緒になんか1回やろうやみたいな話になって、それがもう6年以上前、24で移動を始めて、その時はまだ働いてたんです。働きながら土日になったらイベント出店して、夏になってもうこりゃしんどいなってなって、暑いのでパン屋さんで間借りしてたので、ザ・マーケットさんってわかります？はい、先日ね、撮影に。そうなんですか？あそこで、出させてもらってて、その時にパン窯でお菓子も焼かしてもらってたんですけど、それが好調やったので、じゃあなんかもう暑いし拠点が欲しいなってなったので、そのままなんで移動を1年半ぐらいやってから実店舗で、あっちで3年ぐらいやってからここをオープンして、ここが丸2年ぐらい経ちました。
シュバターを焦がしてます。これ焦がすんですか？焦がします。このまま。まだまだかかります。一般的にはだいたいこのぐらいで止めることが多いと思います。多分。まだもうちょっといくんですか？まだもうちょっといきます。iPhone4 はバカにしすぎやろ。あれもう電話として使われへんやろ多分。もうまだパカパカしてたと思う。初めての携帯は。ちょっと後ろごめんなさい。どういう字汚かったら言われる？何分やったやろ？18分やったんかな。2人中野さんです。いいねいいね。プリンはインドネシア産のバニラをシードを使ってて、で結構このひっくり返すタイプっていうのは硬いんですよ。ひっくり返して固形しないといけないから。でも結構その硬さが嫌で、作る時にこうひっくり返るけどこうムチムチとか硬いプリンっていう感じじゃなくて、こうギリギリのラインを攻めて固形はできるみたいな。なので見た目の割にはすごい柔らかいです。へー。
スタッフも。はい、もうほとんどっていうかみんな若いです。みんな若いですね。20前半が多いんかな。いくつ今？24。中野さんいくつ？私20。今年4。どうですかお二人このアヒル菓子店で働かれて。すごいホワイトです。今日オープンからずっといてくださったんで分かると思うんですけど、9時半早くて9時半出勤で帰るのも遅くて7時とか、基本8時間労働なんで9時半に来たら6時半までになるべく帰るし、今日は定休日明けでちょっとどうしても仕込みが多くてバタバタしてるので9時半なんですけど、普段は10時出勤。皆さん喋りやすい、年齢も近いし、なんかパッて困ったことあったらすぐ聞けたりする環境があるのがいいなって。もっと言って。そしたら洋梨のショートケーキとキャロットケーキお願いいたします。はい、ありがとうございます。ショートケーキの方がアヒルブレンドとあとストレートティーのアイスが合うものになるんですけど、いかがなさいますか？ではアヒルブレンドでお願いします。はい、アヒルブレンドアイスのこといかがなさいますか？アイスで。アイスでかしこまりました。キャロットケーキの方がインドネシアとそうですね、ミルクティーが合うんですけど、いかがなさいますか？インドネシアで。インドネシアの方で、はい、ありがとうございます。こちらアイスとホットはいかがなさいますか？アイスで。はい、ありがとうございます。わかりますか？お願いします。失礼いたします。こちらショートケーキのお客様です。こちらキャロットケーキです。もし迷われてたら豆の中やったらこれがよく合いますよとかっていう風なお声掛けとかはあります。あとは結構月曜日の祝日に毎回ペアリング会っていうイベントをしてて、外部のパティシエの方、私たちの恩師なんですけどを、お招きしてケーキやパフェはお任せして、私はドリンクをいつもと違う豆であったりとかアレンジドリンクであったりとかでペアリングをす
するっていう会をしてますまあそれがもうかれこれ5年ぐらいやってるんですけど、それをこうずっと続けていくうちにお客様の方から結構これに合うコーヒーってどれですかみたいな、とてもよくご質問いただくようになって、なんかこう浸透してきた感じがあってすごい嬉しいですペアリングっていうのはどういうことですか？要はそのワインでいうマリアージュにあたるんですけど、コーヒーもこれだけ種類が、紅茶も種類がある中で、コーヒーの中でもこれだけ浅入りで酸味のあるものから、深入りでしっかりとしたコクとか苦みがどっしりあるものがあるんだから、焼き菓子だからコーヒーになりますよっていうのは一律に言うのは違うよねっていうのがずっとあったので、自分がやるときはそういうことをしようと思って。よかったいい感じ。はい、プリンがアイスのカフェオレです。はい、そうです。こんにちは。プリンは、ブレンドかカフェオレのアイスがいいかなと思ってて、ブレンドはそもそも、焼き菓子全般によく合うようにそこのバランスを攻めた豆なんですけど、アヒルブレンドに関しては中入りになってて、しっかり深いわけじゃないんですけど、焼き菓子とかバター感とか生クリームとかにあまり負けないぐらい入り具合と、焼き菓子でもレモンが結構入ってたりするので、そこと合わせやすいように最後には酸味が少しするような形にしてます。今回はプリンのこのバニラの柔らかい甘さ、香りと、ブレンドか、もしくはカフェオレ同じ牛乳を使ったものになるので、カフェオレの豆はマンデリンっていう深入りのものをいつも使ってるんですけど、そのマンデリンの部分とこのキャラメル感は結構似たような性質を持ってるかなと思ったので、今回はブレンドはもうお飲みだからのでカフェオレにしてみましたはい、ありがとうございます。お二人でやられて7年ということだったん丸7ですけど、年ぐらい、ね、あっという間過ぎましたね気づいたら30超えてる。怖いな、怖すぎる何か今後どういった形にしていきたいみたいなのあるんですか？なんかこう店舗は別に増やしたいとかはないんですけど、このまま近所の方とかにまだ愛されるお店になればいいかなと思います